最近なんか背中が丸くなって身長まで縮んで見える景色が変わったんちゃうかと感じていて、これ皆さんなんでかわかりますか？実はこれ股関節が硬くなって骨盤と背骨まで歪ましてる証拠なんです。ほんま股関節が硬くなると背中が丸くなって身長まで低くなるし、腰痛、股関節、膝の痛みまで引き起こします。おまけにお腹までも太りやすくなり、パンチ力やキック力まで弱く、股関節が硬いだけでここまで体の機能が失われるので注意してください。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって体がボロボロになって引退しました。ここで今回は私の考えるたった1分、背骨、骨盤、股関節、そして膝までつながる2つの専門的な筋肉を刺激して、速攻股関節を柔らかくし、体全体の悩みを解消する学習の授業になります。私も膝、股関節の怪我の影響で腰のヘルニアを発症し悩んでいたので、皆さんの気持ちは痛いほどわかります。股関節が硬い人の将来のリスクと特徴は、背中が猫背のように姿勢が悪くなり、身長が縮んだり、その影響で座骨神経痛や変形性膝関節症まで引き起こす特徴があります。少しでも思い当たる節がある時も予備軍ですので注意してください。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えさせてください。股関節が硬いからってやってほしくない行為があります。このように無理やり開脚したり、こうやってストレッチして伸ばそうとしたりです。これほんま飽きません。そして関節がずれていきます。ここで股関節が硬い原因と構造をお伝えします。股関節が硬くなる原因は、股関節に関与する背骨、骨盤、股関節、そして太ももの内側までつく腸腰筋という筋肉、次に骨盤、股関節、そして膝の内側までつく内側ハムストリング、もう一つは骨盤から股関節につく大きな筋肉、中殿筋という筋肉です。この3つの大きな筋肉が硬くなって股関節をロックしてしまい、股関節の自由を失い硬くします。そしてこの硬くなる筋肉は実は被害者で、他にサボっている筋肉があるからかばって被害を受け続け、頑張りすぎて硬くなるのは本当の原因なんです。なので被害者だけこのように無理やり開脚してストレッチしたり、このように頑張って伸ばしたりしては飽きませんっていうのはこういうことなんですね。では格闘家整体師ノブの考える股関節の硬さを解消し、ふにゃふにゃにする流れとしては、今回狙う専門的なサボっている筋肉は2つ。サボっている筋肉の1つ目は、肋骨背骨骨盤につきお腹周りのインナーマッスルを支える複合筋という筋肉。ここが働くと骨盤が倒れているのを立たせることができ、お腹周りを支えて安定させます。そしてこの複合筋がサボって働かなかったので、腸腰筋、そして中殿筋という筋肉が被害を受けて頑張りすぎて硬くなっていました。サボっている筋肉2つ目は、骨盤、股関節、そして太ももの内側につく筋肉、内転筋という筋肉です。ここが働くと股関節と膝をしっかりこのように伸ばせるようになり、股関節、そして骨盤の位置をしっかり立たせて安定させます。そしてここの内転筋がサボって働かなかったので、この内側ハムストリングが被害を受けて頑張りすぎて硬くなっていたっていうことなんです。結果この2つをセルフ整体で働かすと、被害を受けていた筋肉も緩み、癒着もバリバリっと剥がれるので、股関節のロックが解除し、関節の動きも正常化するので柔らかくなります。その股関節の硬さが解消すると、肋骨、背骨、骨盤、股関節から膝までの関節も安定して支えてギュギュギュッと締めてくれるので、結果お腹のインナーマッスルも刺激でき、脂肪もギャン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 燃焼するので、お腹痩せや骨盤、背骨の湾曲もこのように正常化し、猫背や座骨神経も解消し、姿勢もめちゃめちゃ良くなるので身長も伸びます。次に股関節と膝の歪みも解消するので、変形性膝関節症まで解消し、恐ろしく動きが良くなるので、パンチ力やキック力まで強くなります。ほんまサボってる筋肉をすればいいだけです。まず最初に始める前に股関節が
どれぐらい開くのかっていうのをチェックします。まず最初にこのような形、足の裏を合わせていただいて、股関節がどれぐらい広がるのかっていうのをチェックします。そしてこの開きが悪ければ悪いほど骨盤が後ろに倒れてしまい、猫背のようになってきてしまいます。では最初にこれをチェックします。では早速腹横筋からやっていきましょう。このような形で横向きになります。別にここを手枕みたいな感じでしなくてもいいです。全然枕でこのような形で普通に寝てもらってもいいです。なのでテレビとか見ながら全然やってもらって構いません。あとスマホとかこういうところに置いても全然いいですよ。では早速腹横筋やっていきましょう。まず最初にこのような形、股関節と膝をこのような形で曲げます。そして手のひらをこのような形で上に向けます。そして真横よりか少し前に出します。そうすると胸が少し開きますので、胸を少し張ります。そのままの状態で肩を骨盤の方向にぐーっと下げていきます。その時にこの骨盤を脇腹の方ですね、ぐーっと上げてくると、さらにここの脇腹のところに力が入ります。このままぐーっと縮めた状態で10秒間。それを10秒 ×3 回やっていきます。ではいきますよ。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もうこれメガネが曇ってきます。ではもう一回いきましょう。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきましょう。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これ別に10秒間を細切れにやってもいいです。別に10秒 ×3 回一気にやらなくてもいいです。では同じように反対もやっていきましょう。まずこのような形で股関節と膝を曲げます。そして手のひらをこのような形で天井の方に向けます。そして真横よりか少し前の方に出します。そのままの状態で肩をこの骨盤の方向にぐーっと下げます。そして骨盤も脇腹の方にぐーっと少し引き寄せるようにします。そうすると脇腹のところはギューッと縮んでくるので、この縮めた状態のまま10秒間、10秒 ×3 回やっていきます。ギューッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回ギューッといきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきますよ。ギュ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 ッといきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これ、首でもできちゃうんです。では次、内転筋をやっていきます。まず、このような形で上向きにします。そして、このような形でスマホ見てもいいし、横向きでテレビ見ても全然構いません。では、まずこのような形で股関節と膝をこのように曲げていきます。そしてかかとが少しお尻に近づくぐらいまででいいです。そして次にこの状態のまま股関節をこのように少し開きます。だいたい肩幅ぐらいに開くとちょうどいいです。そしてそのままの状態で足のこの指ですね。親指を内側にこのように向けます。次はその向けた足の裏をしっかり床に全部つけといてくださいね。できるだけ離さない方がより内転筋に効いてきます。そしてこのように肘をついてお尻を真上の方にぐーっと浮かします。そうするとこの内もものところに力が入りますので、力を入れた状態のまま10秒間頑張ります。そして10秒 ×3 回です。ではやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。楽にします。もう一回いきますよ。ファイトガタ !1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきます。ギュギュギュッと上げます。おへそを天井の方に頑張って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では反対も同じようにやっていきます。まずこのような形で股関節と膝を曲げます。かかとはお尻に近いほどいいです。そしてこの股関節は肩幅ぐらいに開きます。次にそのままの状態で足の親指を内側に向けます。そのまま足の裏はできるだけ床から離さないようにします。つりそうなるときは少し緩めでも構いません。でもできるだけ離さないでください。そして肘をつきます。そのままの状態でお尻をこのようにぐっと持ち上げます。
おへそを天井にですね。そうすると内もものところに力が入りますので、力を入れたまま10秒間。10秒かける3回いきます。ギューッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。上げれるだけでいいですからね。ギューッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト頑張りますよ。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では終わったので、再度このように足の裏を合わせて、股関節はどこまで柔らかくなったかチェックします。ではこの状態で股関節をぐーっと開いてみます。じゃあさっきよりか僕結構開いてるの分かりますよね。これが開くと骨盤がぐーっと立つので、姿勢も良くなります。なので僕の画面よりか多分身長も伸びてると思います。なのでこうすると身長もめちゃめちゃ伸びます。なので最初に言った症状とかいろんなこと起こるのが全部解消するわけなんですね。この毎日片足1分。これが健康への秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになります。痛みや悩みに対する質問ややってみた感想などぜひコメントくださいね。ここでお話ししていた最後に今回のセルフケアをするとストレッチもめちゃめちゃ伸びやすくなるので、後におすすめなストレッチを一緒にやってお別れしましょう。まず最初にこのような形で片一方だけ正座にします。そして股関節を少し開きます。そして開いた方の反対の方に体をひねります。そうすると太ももの前、股関節の前、お腹の前がめちゃめちゃ伸びます。これをすることによって姿勢の改善、そして腰の痛みもめちゃめちゃ取れて下半身のむくみの解消にもなり、おまけに太ももまで細くなっちゃうという素晴らしいストレッチなので合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。